これの、ここにこうくっつけるね、木材ですね。竹をここにこうつけるための、継ぎ手となる木材を切ろうと思います。ホームセンターで買ってきました。はい。これはですね、防腐処理がしてあるというんでね、もうこれちょうどいいなと思ってね、買ってきたんですけど、大きさが、幅が30、高さが40ですね、長さが1830ですね。はい。なんでこう30とかね、40、100かっていうと、今回持ってきた酒っていうのはほとんどがね、40あれば、はい、入るよと。こういう感じですね。たまにちっちゃいのがあるんですけどね。そういうとこは、ちょっと工夫するとして、ほとんどのものは40あれば入るよと。ということでね、40の大きさの今日も買ってきました。で、幅はですね、あんまり幅があるとね、ここ竹っていうのは円形ですから、ここのね、四角だと、ここに隙間できるわけですよね。で、ここでネジでなんかね、止めると、ここ割れるんじゃないかっていうね、心配がありますので。なので、こう、できるだけ細い方がいい。細すぎると今度は加工しにくいよっていうかね、この穴開けたりとかね、そういうところがずれたりすることがあるので、ある程度幅が欲しいなということですね。こちらもね、もうちょっと面取りしようかなと思います。そうすれば、30のね、中にね、接するところは細くなるんじゃないかということでね、考えてみました。で、長さですけども、ですね、150にしようと思います。で、ここのノコギリを15にしましたんで、これでどんどんね、切っていこうと思います。はい、一応ね、全部切り終わりました。はい、こんな感じで。ちょっと長さ結構バラバラですけどね。この長さ方向に対してはあんまり精度求めてないので、大体合ってればいいかなと。で、ここにね、一応全部線引いておきました。これ何かというと、こういう感じですね。この長さがこの、板のこの基盤のところがこの線ですね。はい、こっちの短い方が外に出てるという感じです。で、あとここをね、斜めにこう切ると。9度ですね。9度の角度で切るというのをまたやりたいと思います。それではですね、このドームをですね、地面に接する部分のコネクタについてちょっとお話ししようと思います。このドームのですね、この部材が集まるところですね。この部分全部コネクターというものがね、付けられます。で、地面に接するところというのはですね、これ見てわかると思うんですけども、地面のね、この下がないですから、水平方向と斜め方向ですね、各2本で4本ですね。4本の部材が、コネクターから出ていくということになります。で、この部材のことをですね、4方向コネクター、4フォーウェイコネクターズと言ってますね。で、その上の方ですね、地面じゃない方には、5方向と6方向というね、コネクターになります。で、地面に接するところは全部もう4方向コネクターですね。で、数が、ドーム型だと20個となりますね。スフィアっていうのはこの9なので、地面に接する部分がないですから、4方向コネクター0となるんですけど、今回これですね、ドームですから20個ということになるわけですね。では、この4方向コネクタを詳しく見てみます。はい、これがですね、4
横から見た図になります。コンクリートブロックがですね、この青いところだと思ってください。靴石、使い石と言ったりもしますが、これが置いてあって、その上にですね、金具が出てますと。で、それに、このコネクターの板をですね、固定するということになります。で、この板はこういう形をしてますと。これは六角形のね、正六角形の板を切ったものなんですけども、下をね、切ったものなんですけど、これで4方向になりますね。4面ありますので、4方向ということになります。で、この一つの面の真ん中あたりにですね、ちょうど真ん中にこれは木材なんですけど、木材をこういうふうにですね、固定しまして、継ぎ手のような形にしてですね、で、こちらに竹をくっつけるとなるわけですね。はい。こういう構造になっています。で、これをですね、この木材をもうちょっと詳しく見ますと、この下の図になります。これがコネクターの板なんですけど、ここに木材を、ネジかなんかでね、固定しますというふうになりますが、これはですね、この木材は、ここに角度がついてますね。これはずっと回ると円になるわけですから、当然ここに角度がついてるわけなんですけども、ここの角度をですね、求めてあげる必要がありますね。加工のするためには、この角度をいくらなのかっていうのを求める必要がありますということになります。で、この角度は今ですね、これガンマと書いてますが、これは9度と書いてますね。この求め方は後でちょっとまた解説します。で、ここに継ぎ手が出っ張ってますんでね、こちらに竹は丸くて穴が開いてますんで、それを差し込んで、ぐーっと差し込んでですね、ここまで持ってきて、で、ここでまたネジのようなもんで固定するということになります。角度、ガンマについてですね、求め方を見てみたいと思います。まずですね、ここに五角形が入ってます。ちょっと手書きで汚いんですけども、ご了承ください。で、この五角形はコネクターではなくて、ドームを上から見た時のですね、接地面の形だと思ってください。で、今回作るドームは、正二十角形になるんですけども、ちょっとこれ書きにくいので、これは1V ですね。1V ドームですと、この接地面が五角形になりますので、それを書いているものだと思ってください。で、この N っていうのはですね、これはここが何角形かと、正何角形かというものの N だと思ってください。で、この五角形ではですね、この三角形ですね。三角形が5個くっついたものだと見なせるわけですね。はい。で、この三角形はですね、二等辺三角形になります。そうした場合にですね、ここの角度、この中心部分の角度、いくらになるかというと、一周360度ですね。360を N 角形の N で割ると。すると、アルファが求められます。で、次にここは二等辺三角形ですので、このベータってね、ここベータって書いてますけども、ベータは同じ角度ですね。で、三角形は内角の和が180ですから、180度からアルファを引いたものを2で割ると、ベータの角度が求められますと。はい、次にですね、この五角形は、頂点を結んだ図形ですけども、実際にはこれ、ドームですから円のようにね、円のようになるものだと思ってください。すると、これ半径ですよね。円の半径になります。この円の半径に垂直にですね、直角に板を置くと。この板がコネクターだとね、思ってください。すると、ここ
90度ですからね。垂直に交わってますんで。90度ですから、ここのところ、この角度をガンマとした場合には、90からベータを引いたら、ガンマが求められるということになります。これが式ですね。で、これに n がいくらなのかというのを入れます。今回20ですから、20を入れると、アルファは18になって、ベータは81と。で、ガンマが9度っていうんですね。はい。これで先ほどの9度というのが求められました。こういうですね、字を作りましたんで、これをですね、こういう字ですね。ここに乗せて、こうやるとちょうどこれがこう9度消えるというような、ね、仕組みを作りました。はい。これでやってみましょう。はい。ちょうど、ね、この線のところですね。切れてると思います。はい。こんな感じで、どんどん切っていきます。はい、こうやってね、突き手の方を、9度で切りました。で、このままだと、竹ってね、こう、円になってますから、ここ、竹に接する面がね、ここの部分になって、これちょっと間が空くんですよね。なので、ねじって締めちゃうと、竹が割れるかもしれないということでね、ちょっと面取りをした方がいいだろうということで、面取りします。はい。で、今回は、これですね。面取りビットですね。はい。こんな感じで、トリマーですね。トリマーをつけて、で、これでね、こういう面取りになってるので、これをこんな感じでね、こうやればいいということになります。はい、こういう感じですね。はい、いい感じじゃないですかね。はい、こんな感じでどんどんやっていきます。
全部ね、面取りして、ここにね、並べてみました。だいぶ切りましたけども、これでもまだ、一番下の段は、全部ありますね。あと、2段目が多分半分ぐらいの量だと思うんですよね。なので、もっとどんどん切らなきゃいけませんけども、とりあえずこれで1段目できますんでね。とりあえずこれから進めてみたいと思いますけども、で、これ削ったんで、切ったり削ったりしたんでね、こういうところ、やっぱりちょっと防腐処理した方がいいと思うので、塗料を塗りたいと思います。はい、まあ、全部やる必要ないんですけどね、まあ、といっても色が変わっちゃうんで、まあ、こんな感じで、やっていいのかな。はい、もうつけちゃってね、塗るっていうよりは、もうこんな感じでいいんじゃないですかね。はい、まあ、こんな感じでどんどんね、黒を塗っていきます。はい、継手の方ですね、塗料をね、塗り終えました。今乾かしてますけども、これ乾いたらですね、コネクターの方にですね、取り付けることを、したいと思います。はい、じゃあコネクタをね、組み立てたいと思いますが、まずは、これ、ね、まあ、少し前の動画で、コネクタの板をね、作ったんですけど、ちょっとセーターも良くないんですけどね、ちょっとね、直線が曲がったりしますけど、まあ、ちょっとこれは、そのうちぐらい改良するとして、とりあえずこれで、せっかく作ったので、これでいきたいと思います。で、まずですね、継ぎ手作りましたんで、継ぎ手をこれに接続するためのね、穴をね、まず開けます。これコーススレッドでね、取り付けようと思ってるんですけど、ちょっとあんま詳しくないので、ネットで調べたりとかね、いろいろやってたんですけどね。ホームセンター行ったらね、ステンレスの使おうと思ったんですけど、なんかなかったので、まあ、ステンレスよりも錆びにくいという書いてあったコーススレッド買ってきましたんでね。はい、で、太さ 3.8 で長さ41ですか。はい、これ買ってきました。なので、これで全ネジなんですね。全ネジだから、3.8 よりも大きい穴をですね、これに開けて、で、継ぎ手の方にね、下穴開けて接続するという感じになると思います。はい、じゃあちょっとやってみましょうか。
こんな感じで。穴の位置はね、そんなに正確じゃなくてもいいんですよね。この継ぎ手のセンターから外れてなければいいので、あとは手でやるとね、曲がっちゃったりするんで、それだけなければ OK ですんでね、大体のところになければいいかと思います。はい。はい、それではですね、作成した継ぎ手をですね、コネクターみたいにつなげたいと思います。で、穴の方をね、こう開けてます。これは、ジグ作りましてね、こういったものを作りまして、で、穴の位置はね、もう全部同じようになるようにと。で、作りまして、で、ここに穴開けてと。のね、ました。同じものいっぱい作るのでね、もうこれ、いちいち測ってると大変なので、ささっとね、できるようなものを2号作りました。で、これに継ぎ手の方を、こういう風にですね、こう差し込みまして、重要なのはこの角度なので、この角度さえ合ってればね、だいたい OK なんでね。はい。で、こいつを、はい、こういう感じで、位置をね、こうセンターだけ合わせて、あとは角度だけ合わせてやって、で、この穴に合わせて、仮の穴をね、開けます。はい。はい。で、これでね、仮穴開きましたんで、コーススレッドを、こうねじ込みますんでね、こう割れないように、下穴をですね、こうやって開けます。はい。で、下穴開けましたんで、で、これに、コーススレッドを、ちゃんと下穴に入るように、セットして、
これで完成ですね。はい、こんな感じになります。はい、これを20個ですね、作ります。もうだいぶ作れちゃってるんですけど。はい。で、これが、1段目というか、まあ、地面に接するところですよね。コンクリートブロックの上に乗るやつです。はい、4方向コネクタですね。20個、全部できました。はい、で、それをですね、包丁に持ってって、コンクリートブロックの方にね、固定したいと思います。はい、コネクタをですね、包丁に持ってきました。これからですね、コンクリートブロックの方にね、取り付けようと思いますけども、こっち方面ですね、こっち方向ですから。こうですね。でも棒はいらないので、移りますか。よしと。はい、こんな感じですかね。はい、これをね、全部のとこで、全部のブロックでやっていきます。はい、全部取り付かれました。次は竹を持ってきてね、その前に竹を切らなきゃいけないですね。竹を切って、竹を持ってきて、で、コネクタ管を接続するということをね、やりたいと思います。今日のところは、とりあえずここまでです。